実験大好き MNL です。今回はハム魂に喝を入れるということで、なんでアマチュア無線が楽しくないのか。 QSO できないと楽しくないと思いますよね。相手と QSO できないと面白くない。ここがね一番の原点じゃないかなと思います。なんで QSO できないのか、ここをね技術的にちょっと検証していきたいと思います。重要なところが、相手の設備に支えられた QSO、非常にね最近少なくなってるんじゃないかなと思っております。実際に運用されている方の曲数、それとね運用時間の減少、これがね大きな原因とも思っております。アマチュア無線全盛期、やっぱり30年前ですよね。この当時とね比べると状況相当変わってると思います。免許持ってる方はたくさんおられるとは思うんですけど、実際にその中で運用してる方って言ったら非常にねごく少数の方しかねもう運用されてないんじゃないかなと思います。でもう一つはね、このモービル局の減少。モービルありましたらね、通勤の行き帰りで、休みでもねちょっと買い物行ったり、いろんな用事、車の移動中、結構ね皆さんこの空き時間をよく利用されてアマチュア無線楽しまれてたんじゃないかなと思います。車をね乗り換えた時に無線機アンテナ取り付けるね、やっぱり技術的な難易度が上がっていってますので、それでね外してしまった方っていうのもね結構多いんじゃないかなと思います。この結果がね、王道の145メガですよね。2メーターでもね、もう地方ではガラガラ、無線機が壊れてるぐらいもうガラガラな状態が続いております。運用周波数の選択を間違っちゃってる方って結構多いんじゃないかなと思います。選択を間違ってしまいますと、やっぱり間違った無線機、アンテナを購入してしまっていると。都市部の情報っていうのは必然的に曲数多いので手に入ると思うんですけどね、皆さんのおられる地元の情報っていうのがねだんだん手に入ってきてないんじゃないかなと思います。機材の購入ルートが変わってきてると、周りに現役のアマチュア無線局ものすごく少なくなってるんじゃないでしょうかね。昔やってたっていう方はね結構ちらほらあちこちにいると思うんですけど、今やってるっていう方はねものすごく少ないと思います。販売ルートが変わった、それがほとんどの場合ですけど、やっぱ通信販売ですよね。ハムショップ自身もやっぱりハム人口の低下に基づいて、アマチュア無線機自身もあまり売らなくなってきてるっていうんですか。業務用の無線機とか、統廃合されて廃業された方もおられると思うので、通信販売経由で無線機とかアンテナご購入されている方結構多いと思うんですよ。でその時に運用した当初何を買っていいか分かりませんので、どうしてもねセット販売で買っちゃう方っていうのが多いと思います。で昔の販売事例簡単に紹介だけしておきます。昔ですとね144メガ、2メーターですよね。ハンディ機、モービル機でも昔だとねやっぱ8分の52段 GP セットで販売されてた事例多かったんじゃないかなと思います。で HF につきましてはね、やっぱりワイヤー式、もう本当の古典的なワイヤー式のダイポールアンテナ、7メガでしたら結構ね構造も単純だからって言ってフルサイズ結構ついてたと思うんですよ。多少問題はありますけど 5バンド程度の GP、 長さで言うたら56メーターぐらいのやつが多かったような気がするんですけどね、こういうね5バンド GP っていうのがねだいたいセットで販売されてたんじゃないかなと思います。で最近の販売事例なんですけど、なんというと無線機が良くなりました。もう本当にね 1.9 から430メガまで、もう小型のねオールモード機、これがまず販売のベースになっていることが多いんじゃないかなと思います。でそれとね必ずセットになっちゃってますのが移動用の小型 GP、 小型 GP っていうかバーチカルアンテナが正しいですかね。小型のねこういうアンテナがセットになっていることが多いんじゃないかなと思います。でこの移動用のね小型の GP21 メガ以上ですとね短縮率がおよそ 50% 以下になりますので結構使えるとは思うんですけど、問題はねやっぱアースの処理、このアースの処理がね結構難しい。ここにねやっぱり間違って対処されている方も多いんじゃないかなと思います。で結果的にこのアンテナなんですけど、どこのメーカーだちょっと言えないんですけど、昔より夢は満点ですよね。私も正直言ったら欲しいぐらいですけど、夢は満点なんですよ。もうあんな小さいアンテナね、なんか外部コイルつけたら 1.9 とか 3.5 メガ出れますよって言ったら夢満点なんですけど、アマチュア無線ある程度 HF とか運用されてたらもう分かってくると思うんですけど、夢は満トンでも飛ばんだろうともう飛ばないであるアンテナがね、結果的に今売られてるセット販売のアンテナって結果的に飛ばないアンテナ、昔よりも飛ばないアンテナがねもう主流になってきてるんじゃないかなと思います。正しい使い方がねやっぱり買い手の方に伝わってないと、伝わってないから結果的にね相手の方の電波がますます弱くなってきてる原因じゃないかなと思います。
相手が聞こえても QSO できない。これ深刻だと思いますね。周波数特性、各バンドごとにね、このノイズレベルが違うっていうところがね、一番のポイントになります。145メガ、430メガですよね。ここはね、非常にノイズが少ない。まだまだ多いですけどね。でも、HF に比べるとはるかに少ないと思います。こういう周波数ですとね、相手が聞こえていれば、だいたい QSO できてたんじゃないかなと思います。あの当時でしたらね、だいたい 5W ぐらいの方多かったですよね。ハンディ機 IC02N 筆頭に 5W ぐらいのハンディ機があの時バーッと売れましたんで、5W あればね、200キロとか300キロぐらいはね、結構飛んでたんじゃないかなと思います。相手局 QSO をしてアンテナ設備、出力とかお聞きした時に、アンテナパワーの差があっても、相手局の設備にね、支えられて、結構 QSO できてたことっていうの多かったんじゃないかなと思います。冷たい430メガですと、多少ダクトとかいろんな問題はあると思うんですけど、コンディションの変化っていうのが比較的少ないっていうんですか。少ないですので、たとえパイルになったとしても、少し待てば大抵 QSO できるというんですか。待てば大抵 QSO できたんじゃないかなと思います。こういう QSO を何回も繰り返していきますと、相手の局長さんに感謝。相手の局長さんの設備含めての感謝。こんなアンテナでもよう QSO できたな、みたいな形でね、やっぱ感謝すること多かったんじゃないかなと思います。最近145メガ、430メガ。ハム人口がもう急激に減ってるっていうんですか。先ほどのモービル問題も含めてそうだと思うんですけど、ハム人口が大幅に減ってしまいまして、更新相手が非常にもう少なくなっていると。設備の整った方と QSO がね、ものすごく少なくなってるんじゃないかなと思います。相手局に支えられた良い QSO っていうのがね、だんだん機会が減ってきてるっていうのがね、原因じゃないかなと思います。で、私がね、このチャンネルでもよく紹介しているおすすめ7メガ、もう全国各地と QSO できますよってね、7メガおすすめしてるんですけど、曲数はものすごく多いんですけど、一番の問題はこの7メガ、ものすごくノイズ多いです。145メガとか430に比べますとね、もう桁違いにノイズ多いと思います。それらの原因で、相手は聞こえているのに QSO できない。これね、何回も経験してる方多いと思います。気分が悪いくらい、本当に QSO できない。こういうね、シーンいくらでもあると思います。パイルになっても、コンディションも変化していってますし、もともとの信号レベルが弱いっていうんですか。よく言われるのがノイズに負けてますよみたいな形で信号レベルが弱いといつまで待っても QSO できない。数メーター430メガですとね、待ってたら QSO できる機会って結構多かったと思うんですけど、短波につきましてはほぼ待ってても QSO できないっていうことがものすごく多いんじゃないかなと思います。運用周波数により状況が異なって結果的にね、我慢が必要。これもね、実態あるんじゃないかなと思います。特に HF、力の差ですよね。アンテナ出力。これをね、もうしみじみと実感される周波数がね、まさにこの HF じゃないかなと思います。7メガでしたら、27メーターぐらいのタワーに、2エレですよね。に、やっぱり1キロワット。これぐらいの局長さんっていくらでもおられると思うんですよ。で、とにかく安定してますよね。電波が強いから。ただ、今回の先ほどもあったね、この設備ですと出力だけ高いです。アンテナも2エレ、当然2エレって言いましても見たらとんでもなくでっかいですから、とんでもなくでっかいんですけど、こういう2エレアンテナっていうのは基本ね、送信特性には改善したとしても受信特性の改善ってかなり限定的っていうんですか。ここがね、受信はあまり改善してないというのがポイントじゃないかなと思います。かたやね、144メガですと10エレ。4段スタック、10エレのアンテナが4段ですよね。4つ横に並んでるアンテナ、結構ね、もう最近使ってる方はだいぶ減ったとは思うんですけど、昔はよく使ってる方多かったと思うんですけど、こうやってね、例えば27メーター。で、もうちょっとのポイントはね、ここ、受信プリアンプ。大体皆さんつけてたと思うんですよ。プリアンプ。受信のプリアンプですよね。で、あとは送信出力が大体50ワット。これ法定で決まってますから50ワットの局長さん多かったんじゃないかなと思います。144メガ。こういう設備ですと、電波が当然強いです。電波も強いんですけど、受信感度もものすごくいいと。受信感度もね、設備的に改善されてますので、ものすごく受信感度がいいと。先ほど説明したこの受信のプリアンプっていうのが、ノイズが少ないと効果がないと。7メガにプリアンプつけてもノイズ多いですから全く効果ありません。もうこれ正直言って。これは誰もが分かってることなんですけど、結果的にプリアンプの効果があるっていうのは周波数が高い。やっぱり一般的ですと2メーター以上、430とか 1.2 ギガですよね。とかもう 2.4 ギガ。もう使えない周波数になっちゃいましたけど、高いとこほどね、周波数が高いほどノイズ少なくなります。
で、あとはやっぱり指向性の高いアンテナ、不必要なノイズを受信しないという意味合いで、この指向性の高いアンテナっていうのも必要ですので、必然的にね、やっぱり高い周波数、数メーター以上でないとね、なかなか要は相手の設備によって自分らが助けられるっていう機会はね、実際は少ないんじゃないかなと思います。で、HF の特徴なんですけど、結果的なんですけど、やっぱり144、430メガのように、相手局の設備に助けられることってほとんどないと思います。助けられない。もうこれはもう先ほども説明したんですけど、技術的にも無理っていうんですか。ただし重要なんですけど、コンディションには助けられると。これがね、HF、短波の一番のね、醍醐味じゃないかなと思います。いいスポですよね。1年に一遍。今がちょうどそのシーズンだと思うんですけどね。まさに下克上、起こりうる一つの変化。で、あとは太陽黒点の上昇ですよね。下がったら下がったでローバンド良くなるって言われてますけど、ローバンドは申し訳ないんです。もうとんでもない設備のある方が恩恵被ることが多いんだって。一般ですね、この太陽黒点の上昇によって21、28とかね、そういう周波数が開けてくるっていう意味合いでね、非常にね、パワーのない貧弱の曲にとってはね、この太陽黒点の上昇、およそ11年周期、これ重要になってきてます。バンドの特徴、十分に把握しないとね、結果的にアマチュア無線楽しめないっていう実態がね、起こってきてるんじゃないかなと思います。で、結果的にまとめになります。最近いろんな問題あるとは思うんですけど、やっぱ相手局に助けられる QSO の機会っていうのがものすごく減ったんじゃないかなと思います。特にね、これがやっぱり144、430メガのこの周波数。いいアンテナでマナーある局長さんっていうのがだんだん少なくなってきてますのでね、本当にいい QS の機会が減ってきている。これがね、一番残念な事項じゃないかなと思います。ジェフ特有の渾身っていうのは減ってきてるんですけど、空電ノイズはすいません。これありますので、そこからやっぱりこの設備格差が生まれてきているような形じゃないかなと思います。アマチュア無線、技術的に理解して格差に耐えることも重要だと。やっぱアマチュア無線化っていうのはね、最低限やっぱり国家試験受けられて、でなおかつ技術レベル高い方も多いと思います。いろんなお気持ちもお持ちだと思うんですけど、技術的に検証していってもやっぱりね、こういう格差によって飛ばなくなってしまう。他の周波数だと1対1の関係で QSL できるのに HF に行くと極端にこんなに格差があったんかみたいな形でね、思い知らされるっていうんですか。それをね、できればこういう技術的な観点でね、理解いただけることもね、一つ重要じゃないかなと思います。上級資格を取ることによって運用できる周波数、出力を高めていく方向性。で、あとは大型なアンテナですよね。こういうのを持っていくっていうのも一つの方向性だと思います。アマチュア無線でね、もうこれは法の規定でも決まってると思うんですけど、個人的なやっぱり実験を楽しむ。実験を楽しむっていう意味合いで、ライセンスフリーの無線に比べますと、運用できる周波数、もう桁違いに広いというんですか。で、アンテナに対する制約っていうのもほとんどないです。出力とね、運用できる周波数っていうのは、ライセンスによって規定されてますけど、実験するためのことを考えてかなりフリーになってますので、逆に私みたいに飛ばないアンテナを使って、実験してる人間っていうのもおりますので、飛ばないっていうのももうここまで来たら実験やと割り切って楽しむ、こういう精神もね必要じゃないかなと思います。こういう形でね、この辺の意見って皆さんいろいろとお持ちなんですけど、私的にはね、できれば技術的な観点からやっぱりこういう格差が生まれてしまってるっていう現実をね、お互いに把握しながらアマチュア無線をね、楽しんでいっていただければと思っておる次第でございます。おそれでお会いする日、楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。